こんにちは、カズガンシューティングです。皆さん、先週発売されたザ・ハース・オブ・ザ・レッド2リメイク、楽しんでいますか？このリメイク、正直あんまり評判良くないですよね。この動画を収録時点での Steam のユーザー評価はやや不評。ゲームのクオリティに関しても賛否両論です。さらに、リリース直後のゲームプレイができないバグに加えて、体験版で指摘されていた内容が改善されていなかったり、異様に画面が暗く、エフェクトやテクスチャのバグが発見されたりと、悪い話ばかりが聞こえてきます。あまり良くない印象が持たれてしまっている本作ですが、今日はそのザ・ハース・オブ・ザ・レッド2リメイクのコンテンツの一つであるオリジナルモードの隠し武器の取得方法を動画で解説していきます。最初に簡単に紹介しておくと、オリジナルモードは原作アーケード版を再現したアーケードモードとは別に家庭用の専用モードとして収録されたコンテンツになっています。アーケードではピストル1丁しか使えなかった主人公たちですが、このモード限定でゲーム開始時に特殊な武器やアイテムを持ち込むことができ、一風変わったゲームの楽しみ方ができるモードです。武器の中には初期装備のピストルよりもはるかに高威力な武器たちが登場します。至近距離で抜群の威力を発揮する散弾銃、前作で猛威を振るった最強武器筆頭候補のグレネードランチャー、他には謎のおもちゃ銃やすごいエアガンといったもう名前からしてネタ武器としか思えないような装備も使うことができます。これらを使うためにはステージの各所に隠されている武器をまず集めてアンロックする必要があります。ですがこれは作中ノーヒントで分かりづらい場所にばかり配置されている厄介なものなんですよね。その隠されている武器の場所や取得の手順をこの動画で詳しく解説していきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。大前提として武器の回収は運要素が絡んでくることを覚えておいてください。それはなぜか、隠し武器を含めたオリジナルモード専用のアイテム出現方式が関係してくるからです。アイテムの出現方式は大きく分けて2種類あります。必ず同じアイテムが配置されている場面とランダムでアイテムが手に入る場面の2つになります。厳密に言うとランダムの方は数種類のアイテムのテーブルからその周回ごとに確率で1つが抽選されて配置される形になっています。そして大半の武器が隠されているのは先ほどの形式で言うと後者、ランダムでアイテムが手に入る部分でゲットできるものがほとんどです。なのでこれから紹介する入手場所はあくまで私が手に入れた場所になります。他の場所でも手に入る可能性があるのでそこは注意してくださいね。まずは前作ハウス・オブ・ザ・レッドリメイクでも登場した武器たちを2つまとめて紹介していきます。前作リメイクから続投武器であるクロスボウとアサルトライフルはどちらもチャプター2の前半で取得することができました。この場面にたどり着くためにはまずチャプター2の最初に車を運転している民間人を救出する必要があります。救出して敵を倒した後、階段を上がって民家が立ち並ぶ小道のシーンへと移動します。リメイクのオリジナルモードだと両手にナイフを持った敵ミッキーの出現場所近くに画面上の民家の屋根に木箱が設置されていて、これを破壊すると中から出現することがあります。やや木箱を壊すタイミングを測るのが難しいですが、さらに奥へ進んで鍵爪を使って襲ってくる敵ランディ2体が登場した段階が狙い目です。ダメージ覚悟で良いので画面上に見える木箱を破壊回収という手順で進めると良いかと思います。前作リメイクから続投武器3つ目、ステークガンはチャプター5の前半で取得可能です。マッチョなガタイの敵パトリックが車から2体出現するシーン、このシーンで気づきにくいですが、画面右に見える車のトランク部分のドアを打つとトランクを開けることができます。ドアを打っておくとその後車を見つけるシーンへ移動する前にトランクの中を覗き込んでアイテムをゲットできます。ここで確率で出現します。チャプター5開始してすぐの場所なので、もし目当ての武器が出現しなかったとしてもメニューからリスタートを押せばすぐやり直しができるのが良いところですね。リスタートすることでランダムで手に入るアイテムが再抽選されるので、目当ての武器が手に入らなかったらリスタートをすると良いです。次はマシンガンです。マシンガンはチャプター4で出現を確認できました。まずチャプター4で B ルート方面を選択してスタートします。最初に影尾に引きずり込まれそうになっている男性を見捨てるとルートが分岐して一つ下のフロアへと主人公が飛び降ります。この後すぐに牢屋に閉じ込められている民間人を発見して救出するシーンがあります。ここでは敵を倒すのではなく鍵の錠前を打つと救出することができ、
この後、部屋の中を覗いた時、部屋に設置されている木箱の中から確率で入手できます。ちなみにマシンガンは原作オリジナルモードのマシンガンの性能とは異なっていて3点バースト方式になっています。2回に分けて撃てるようになったのでだいぶ使い勝手が良くなりましたが、反面爆発的な火力が失われてしまった形になります。名称は似ているもののマシンガンは3点バースト式の武器、アサルトライフルはフルオートでややリロード時間が長い一般的なフルオートアサルトライフルという形で使い分けることができますね。ザ・ハウス・オブ・ザ・レッド3でも主人公たちの武器として活躍しました。形状や特徴は異なりますが、至近距離用武器散弾銃です。チャプター 3A ルートから侵入した時にボートを運転している民間人を救出するシーン、見事救出に成功した場合、ムービーシーンが終わった後、民間人が乗っていたボートの上にアイテムが配置されています。この時散弾銃が手に入ることがあります。この武器を使ったら世界が変わります。前作リメイクから最後の続投武器で、前作猛威を振るったグレネードランチャーです。一応レアアイテム扱いとなっているようで、他の武器と比べて入手できる場所が少ないです。事前に散弾銃のような武器を取得することを強く推奨します。グレネードランチャーが手に入るのはチャプター3、先ほど散弾銃が手に入った場所の近くになります。ライフが隠された木箱の右隣にあるドアを散弾銃を使って撃つと扉が開き、その中に隠されています。この時、通常のピストルやクロスボウなどのような武器では扉を撃っても反応しません。このゲームでは散弾銃やグレネードランチャー、パワーアップなどの武器が強武器扱いされていて、これらの強武器を使わないとアイテムを取得できないギミックが存在するからです。これはノーヒントだと見つけるのがかなり難しいですよね。ここでは先ほど手に入れた散弾銃を用意して取得します。ちなみに今作リメイクは特殊武器一つに加えてピストルは常時持ち歩くことができるので、散弾銃が必要になった段階で切り替えて撃てば OK です。ここからは完全に趣味枠、ネタ武器の紹介になります。まずはすごいエアガンと謎のおもちゃ銃の2つです。すごいエアガンは最後のステージチャプター6、中ボスのタワーと再戦する前の部屋の中の木箱から取得できることを確認しました。同じく謎のおもちゃ銃もこの場所から出現することを確認しています。実験室のような部屋に入っていきなり不意打ちを仕掛けてくるエリックを倒した後、部屋を探索する主人公たち、左に曲がる前に一瞬だけ立ち止まるシーンがあります。この時見えにくいですが、奥の床に木箱があるので、これを壊すと中から確率で出現します。最後のネタ武器はゲットバスのルアー。はい、もはや銃ではありません。装備すると銃弾が魚を釣るためのルアーに変わるというネタっぷり。ぶっ飛んでます。ゲットバスのルアーが手に入るのはおそらくチャプター2の地下エリアのみとなっています。入手場所は固定なものの、このエリアにたどり着くまでのルートが少し複雑なので簡単に解説します。まずチャプター2が始まったら最初の車を運転しているおじさんを助けずに見捨てます。次、道なりに進んで閉じ込められている女性を救出してサンセット橋方面へとルート分岐。その後、暗い倉庫のような箱がたくさん置いてある物置を進んでいき、暗くて分かりづらいんですけど、部屋の奥の方で一瞬だけ立ち止まるシーンがあります。この時、左へのドアの道を塞いでいる棚を撃たないようにします。ここで棚を破壊してしまうとルートが変わってしまい、ゲットバスのルアーがある部屋へ入れなくなってしまうので注意しましょう。棚を撃たないでしばらくするとルートが分岐し、影尾と魚が出現する部屋へと入れたら、画面右あたりにゲットバスのルアーが出現します。落ち着いて狙ってゲットしましょう。ということで、今回は動画でオリジナルモード全9種類の武器の出現場所を紹介しました。今回紹介した武器の出現場所はあくまで私が確認した場所になります。動画で紹介した以外にも他の場所で手に入ったとか、どの武器が強そうとか感想でも良いので、何かあればコメントでぜひ教えてください。どの武器も特徴的で手に入れば活躍間違いなしの性能で使って楽しいものばかりなので、ぜひ手に入れて使ってみてください。このチャンネルでは昔懐かしいアーケードのガンシューティングゲームをメインに動画投稿、ゲーム配信を行っています。興味がある人はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。